こんにちは、エマです。最近 YouTube とかインスタで登録、フォローしてくれる人が増えたので、私のことをもっと知ってもらいたいなと思って、今日は質問コーナーをすることにしました。質問はインスタで募集したので、早速答えたいと思います。まず、何歳ですか？何型ですか？趣味は何ですか？好きな色は何ですか？っていうことなんですけど、私は2003年の2月27日生まれで、今22歳です。血液型は A 型です。多分 O か A です。趣味は山登り、散歩、あと映画鑑賞、音楽を聴いたり、あとは旅行に行くのも好きです。あと料理も好きです。好きな色はピンクと緑と紫です。ピンクは結構淡めのピンクが好きで、紫は原色っぽい色っていうよりは深めの紫とか、こんな感じのこういう紫とかが好きです。緑はそれも深めとか淡い緑、淡めの緑も好きです。で、最近はピンクと緑を合わせるのにハマってます。次に MBTI は何ですかっていう質問なんですけども、私は INFP、INFPT です。とても内向的で平和主義です。これがこの前私がやった MBTI 診断の結果なんですけども、初対面の人にもすぐバレてしまうぐらい分かりやすい INFP らしいです。次からはお仕事、勉強、その他でお答えしたいと思います。まずお仕事系から答えますね。今はどんな仕事をしていますか？選んだ理由は何ですか？っていうことなんですけども、今は接客業をしてます。で、お店で1対1で接客するような感じのお仕事をしてます。正直初対面の人とお話ししたりとか、何かを誰かに売ったりとか、そういうのは得意ではないので、この仕事を選んだのにもいろんな理由があるんですけども、全ては私が将来海外で生活したいなっていう思いがあってのことです。まずは積極性を身につけたかったからです。去年のちょうど今日5月28日にスウェーデンに行って、で1ヶ月ぐらい滞在したんですけども、そこで感じたのが、このままの私が海外に行ったとしても殻に閉じこもってしまって何もできないまま日本に帰ることになるんじゃないかなって、その去年の今日ぐらいからちょうどずっと思ってて、なので少しでも自分が海外に行くとき、ワーホリとか留学に行くときに楽しめるように、もっと成長できるようにするための前段階としてここで働くことにしました。挑戦するためです。次に給与面です。いくら自分にとって必要な仕事だとしてもお給料が良くないと続けられないので、私それに貯金もしたいと思ってたのでここにしました。最後に言語的な理由からです。私がスウェーデンに行った時に相手が何を言ってるかは理解することができても、自分が思ってることを口にすることができなくて、それでもどかしい思いを何度もしたので、少しでも英語を話す機会を増やしたいなと思ってこの仕事を選びました。札幌の中心部で働いてるので結構インバウンドのお客さんが多くて、実際私が接客するお客さんはほとんどが日本語の話せない海外から来たお客様なので、ここで働いてよかったなと思ってます。次に、今までで一番自分に合うと思ったバイトは何ですか？なかなか長続きしませんっていうことなんですけど、私は今まで大学4年間ドトール、スタバ、タリーズ、カルディのこの4種類で働いてて、本当にカフェ系とかコーヒー系でしか働いたことがないんですけど、カフェ系でしか働いたことがなかったのはそれが私に合うなって思ったからです。逆に言うと、正直今働いてる仕事、接客系だけど物を売る系の仕事とかはあんまり向いてないなって思ってて、今の仕事は仕事としてはお客さんに話しかけに行かなきゃいけないし、これおすすめしてみたいな感じでやらなきゃいけないけど、でも私個人としては
私がどこかのお店に買い物に行った時に店員さんからお店に入った瞬間に声をかけられたらおってなるし、ちょっと買い物しにくいなって思うし、これどうですかあれどうですかとお勧めされたら断りにくい性格だからっていうのを考えると、あんまり自分ではそういうことはしたくないなって思うんですね。仕事なので一応割り切ってやりますけど、正直最初はそういうのが苦手で向いてないな、やめたいなと思った時もありました。それに同じカフェ系でも私はドトールがあってて、大学4年間ずっと働いてたんですけど、その途中でやってたそのスタバとかタリーズは本当に半年ぐらいで辞めました。っていうのも、それはスタバとかタリーズが合っていないっていうよりは、多分お店が合わなくて、ドトールは本当にみんないい人で、そういうのも関係してるのかなと思います。私が大学1年生で友達も家族もいないところからコロナ禍で生活を始めた時に本当に孤独で、もう早く大学辞めて地元に帰ろうかなと思ってたタイミングでバイトをドトールで始めたんですけど、本当にみんないい人で家族みたいに接してくれて、もう誰一人として嫌いな人がいなかったぐらいみんないい人だったので続いたんだと思います。なので仕事の向き不向きもあると思うし、お店とか職場の向き不向き合う体質とかもあると思うので、いろんな場所で働いてみて、自分にはこういうお店が合うんだな、こういう職場が合うんだなっていう風に見極めるのもいいと思います。次は勉強系の質問です。まず課題を溜め込んだ日などはありますかっていう質問なんですけど、私は割と溜め込んでいったと思います。小学生とか小中高の夏休みとかは基本的に溜め込んでた気がしますし、大学生になってから課題とかも結構前日とかギリギリに提出してた気がします。ギリギリに課題やっても間に合うし、ギリギリにテスト勉強してもいい成績取れるしって気づいた瞬間からギリギリでやるようになってしまいました。基本的に将来のことはたくさん考えてるけど、それまでの計画性っていうのはあんまりないので、それを改善するためにスケジュール帳とか書いて、今はなんとかタスクを毎日少しずつ終わらせられるようにやってるんですけど、溜め込みがちです、課題は。次に、この字に安定するまでにどのくらいかかりましたかっていう質問なんですけども、まず私の今の字がこれです。で、私がこれ中学3年生の冬に読んでた本なんですけど、ちょうどこの前見つけて読み返してたんですね。そしたらこれが出てきて、これはハガキを出そうと思って書いたのではなく、私なりのメモだと思うんですけど、成熟した大人になるには地位を利用して威張るのではなく、誰にでも分け隔てなく接し、困っている人には自分から積極的に助けることが大切であると書いてます。これは私がこの本を読んでた中学3年生の冬、1月2月ぐらいだと思うんですけど、当時はこんな感じで今の文字とはかけ離れてるので、実際この文字が定着したのは多分高校1年2年生かな、高校2年生からこの文字が定着してきて、で少しずつ今も文字が雰囲気は変わってると思います。これはその綾子さんの本なんですけど、これは多分何かの課題だったと思うんですよ。それで読んでて、こういうところの線引いてたり付箋をつけてるところをたまに読み返すのが楽しいです。他者あるいは外界の不覚の不在が
未熟な大人を作るっていう風にこういう本を読んでました。次に、英語のスピーキングが苦手です。エマさんはどのように克服しましたかっていうことなんですけど、正直まだあんまり克服はしきれてなくて、でも1年前の今日よりかはだいぶ成長した、克服したなと思ってて、その一番のきっかけは私がスウェーデンとかポルトガルに行ったのがきっかけですね。彼らは多分 100% 完璧な英語を話すことにはこだわってないなって私は思ったんですね。私自身英語を話すときに誰かに批判されたら嫌だなって思ってたし、完璧じゃなきゃいけないと思ってた時もあったので、それで話せなくなってたんですけど、実際海外に行ってみると完璧じゃなくていいんだなって思うようになりました。なので英語を話すときにどんな目的で話すかにもよるんだと思います。私はテスト向け、試験向けに完璧な英語を話すことにゴールは、重きは今のところ置いてなくて、私は誰かとコミュニケーションを取るために英語を今話してるので、常に完璧である必要はないんだなって思ったので、それに気づいた瞬間から話せるようになりました。少しはまだ全然完璧とは程遠いけど、とにかく話してみることが克服の一番の近道なのかなと思います。次はその他の質問をお答えしたいと思います。人間関係とかカルチャーショックとか。まず一つ目、海外に行って見て感じたこと、カルチャーショック、怖かった出来事っていうことなんですけど、怖かった出来事として真っ先に思い浮かぶのは、私が一人で朝の4時過ぎ頃にパリから日本に帰るときに、そのパリの中心からパリ北駅に行って、パリ北駅からシャルル・ド・ゴール空港に行くっていうスケジュールがあったんですけど、そのシャルル・ド・ゴール空港に着いた瞬間に本当に広い道があったんですけど、私はこう歩いてて、そしたら向かいからなんか人が歩いて、服がちょっとボロボロでなんか様子がおかしい感じの人が来て、私本当に一人だし、もういっぱい荷物持ってるし、スーツケースとかカバンとか持ってるし、もう本当に怖くて、ちょっと目合わせないようにさっと進もうとしたんです。そしたら広い道なのにこっちに向かってくるんですよ。って思って、本当に怖くて、ちょっとカバンとか握りしめながらふって歩いてたら、その男がわって来て、多分その私のリアクションを見て楽しんでるだけの人なんですけど、本当に私からしたら全く面白くないので、もう本当に怖かったです。しかも早朝だし、私一人だし、小柄で、私150センチしかなくて、もう簡単に誘拐されちゃうかもしれないから、もう本当に怖くて、それが今一番最初に思い浮かびました。もう一つ、これ危ないなって思った出来事があって、パリからセリスっていうパリディズニーがあるところに向かう時の電車に乗る時、パリのメトロのシステムって本当に難しくて、個人的には。で、乗り換えをする時に私の交通系 IC にはちゃんとお金が入ってて、もう普通に乗り換えするだけだったんですけど、とある背の高い男の人が近づいてきて、どこに行くの？どうやって行くの？って聞いてきて、パリディズニーに行きますって言ったら、そしたらこれじゃいけないよって、この券売機でお金こうやって払わなきゃいけないよって教えてくれたんですね。できないんだ、これ私の方法じゃいけないんだって思って、よくよく話を聞いてたら、その券売機にその男の人がピッてその彼の IC カードをタッチしたんですよ。つまり私がその券売機のお金入れたら、彼の IC カードにお金が入ることになるじゃないですかっていうことに気づいて、フルシカとして私は改札に通ったんですけど、多分その人は毎日そういうことを改札参りしてて、誰か観光客が来たら声かけて、その人たちのことを騙して IC カードにお金をチャージさせるっていう手法だと思うんですけど、
本当に優しそうな感じで近づいてきて平気で騙してくる人もいるので、それは結構ショックでした。カルチャーではないけどショックでした。でも悪いことだけじゃなくて、例えば私がベンチでクロワッサンを食べてたんですけど、そしたら作業員の人が私のところに来てくれて、なんだろうと思ったらボナペティって言ってくれて、なんか優しいな、嬉しいなって思ったこともあります。一概にどんな見た目だからこの人は危ない人だとかそういうことはわからないんだなっていうことは思いました。かといって手放しに誰でも歓迎するのはちょっと危ないんですけど、はい。あとは早起きのコツがあれば教えてほしいですっていうことなんですけど、私の Vlog にはよくコーヒーと美味しいご飯が登場してくるんですけど、それこそが私にとっての早起きのコツで、コーヒーとか準備してると自然とじゃあ行くか仕事ってなることが多いので、結構おすすめです。自分の好きなことを朝に持っていくことがコツかなって思います。あとは彼氏さんはいますかという質問なんですけど、います。大学2年生の頃くらいから2年ぐらい付き合ってた人がいて、その人と今も付き合ってます。復縁みたいな感じで、本当に温かくて優しくてしっかりしてる人です。次に、好きな映画は何ですかという質問なんですけど、パッと思い浮かぶのはボヘミアン・ラプソディとイエスタデーっていう映画です。私はクイーンとビートルズが好きなので、それの元になった映画その元になったその2つの映画が見てて面白いなって思います。あとはネットフリックスにあるブリジット・ジョーンズの日記っていう映画も面白いし、あとは映画ではないんですけど、ギルモア・ガールズとかジニー&ジョージアとかはラブ&アナーキーとかエミリー・イン・パリスとかが好きです。次に、悩み事がある時の対処法なんですけど、私はあんまりうまく対処できてなくて、溜め込んでたくさん悩んでふとした瞬間にこうしようって思うことが多いです。私が大学を卒業して普通に就職しようと思ってたんですけど、それをやめてスウェーデンにワーホリ留学に行きたいなと思ったのも、たくさん悩んで、もうってなって、ふとした瞬間にわってそうすることにしたので、私は悩み抜く派かもしれないです。誰かの意見アドバイスが欲しいなっていう時は人に相談したりもします。あとは、エマちゃんが人間関係で意識していることはありますかという質問なんですけど、私が常に意識しているのはいかに平和に過ごせるかっていうことで、例えば状況としてなんかおかしいことが起きてたとしても、今までだったらそれおかしくないって言えなかったんですね。それは私が何か意見を言うことによって争いが生まれたり、誰かのことを不快にさせてしまうよりなら、私が我慢しようと思ってたから我慢してたことが多いんですけど、いろんな出来事があって、最近は一番大事にしてるのは、嫌なことは嫌、できないことはできないっていうことです。それも平和に暮らすためにはある程度は必要なことだなって思ってて、正直慣れてないので、嫌だな、言いたくないなって思うことも多いし、嫌なこととかそれおかしいなと思うことが10回あったとしても、10回に1回しかまだ言えないんですけど、頑張ってます。それでも無理だなと思ったらもう静かに離れる。あと2つありました。動画を撮るときは iPhone かカメラどっちで使いますかっていう質問です。私は動画は iPhone15 でいつも撮ってます。カメラだと画質が悪くなっちゃうので、私のカメラがなので iPhone を使うようにしてます。最後の質問は、エマさんの好きな本、おすすめの本は何ですかっていう質問で、これ結構多かったんですけど、私おすすめの本は今2冊あって、
1つ目はこの紫のスカートを履いた女、紫のスカートの女だったかな。なんか日本語でもちゃんと読んで英語も読んでるんですけど、これは結構面白いです。なんか最後にそうきたかっていう感じ、なんかもうゾワゾワするけど、でももう気になって一日で読みたくなるぐらい本当に面白い本なので、これはおすすめです。あともう一冊はコンビニ人間です。村田沙耶香さんの書いたコンビニ人間っていう本、結構面白かったです。これは多分去年2年前ぐらいに出された本だと思うんですけど、結構面白くておすすめです。私の好きな作家は太宰治と三島由紀夫なので、なんかあんまり誰かに紹介するどれがおすすめっていう風にはちょっと思い浮かばなかったので好きなんですけど、人におすすめしたいかって言われたら好きかなみんなっていう感じだったので、2冊今回は紹介しました。コンビニ人間と紫のスカートの女です。ぜひ面白いので読んでみてください。こういう風に要所も面白いので読み比べたりするのもおすすめです。今日の質問コーナーはこれで以上です。最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。